すごいキャンピングカーが出てきました。この1台によってまた日本のキャンピングカーの歴史が大きく進むんじゃないでしょうか。こちらマルチルーム完備、 DC12V クーラーとリチウムバッテリー、冷蔵庫、電子レンジ、換気扇にテレビ、キャンピングカー専用の F ヒーター、バックミラーモニター型ドラレコにナビ、フルセグ、やるにソーラーパネル、これ全部標準装備の500万以下のキャブコンになります。ステージ21さんのお花プロと言います。自分キャンピングカー今持ってますが、持っていなかったら 100% 買ってると思います。こちらの車両は改良されたプロトタイプになります。ほぼ量産型と同じモデルになります。でこちらのプロトタイプモデルは足回りいろいろ強化されてます。かなり魅力的なキャンピングカーなんですけど、気になる点やっぱり走行性能ですね。それとクーラーの性能、 DC12V は減るのかなど、今日は同じクラスのキャンピングカーライトキャブコン乗っているオーナー目線でこのお花プロのメリットデメリットを見ていきたいと思います。この車、車内に注目しがちなんですが、足回りがいろいろ強化されていてキャブコンなのに走行性能が抜群らしいです。今日は内外装をチェックした後、実際に試乗してみます。自分が今所有しているライトキャブコン、マツダボンゴの OEM 日産バネットベースのキャンピングカーなんですけど、走りの違いを体感しお伝えします。まずは簡単にスペックから。ステージ21お花プロ8ナンバーキャンピングカー登録です。5人乗車5人就寝、車検は初回2年以降2年ごとです。サイズは長さ 4920mm、 全幅 2090mm、 高さ 2700mm、 ベースはトヨタターンエーストラックです。肉と4個選べます。価格は肉で499万4000円。ライトキャブコンと言われるクラスのキャンピングカーで、このターンウェイスの後ろシェルがないパターンですね。こちらのバンコンタイプは以前動画で紹介しましたので、こちらもぜひチェックお願いします。どうですか、このフォルムかっこいいですよね。街で走っていったらつい目で追っちゃいそうです。こちらのシェルはもうワンランク上のキャンピングカーカムロードクラスのシェルを載せているそうです。そしてシェルを軽量に作ったことで全体で 1850kg と普通は2トンくらいあるキャンピングカーを軽量に仕上げたそうです。なので走行性能も期待できるわけですね。正面から見るとやはり高さはあります。でこのバンクなんですけど、空力を考えた造形になっているそうです。横から見るとこんな感じで、確かに空気抵抗は少なそうですね。でここバンクに丸窓があります。これ可愛いですね。サイドに大きい窓があります。でこれ後ろのところはリアの常設ベッドのサイドの窓になります。でドアのところにも窓があります。入り口付近外に LED のライトがあります。これは夜とか便利そうですね。反対側です。こちらも大きな窓と、で上にちっちゃい窓あるんですけど、これはマルチルームの窓になります。ここに外部電源の入力があります。でこれなんですけど、中にバッテリーやインバーターなど電気系が装備されています。それの熱をファンで外に出します。その下、ここは FF ヒーターの灯油タンクになります。5リッターで約4日間使えそうです。でこの横が空いてますんで、何か簡単な収納はできそうです。そして屋根にはこの200ワットのソーラーパネルと換気扇が見えます。リアも一番上に小さい窓が1つあります。でこれテールランプなんですけど、どんな光り方するんでしょうか。一回やってみます。スモールからいきます。スモールオン、ブレーキいきます。で次はハザードいきます。バックいきます。まずはこの黄色い棒ですね。これスタビライザーになります。前後フロントとリア両方入ってます。これがあることによってロール傾きが抑えられてコーナリングが安定します。そしてこのバネスプリングみたいなのあるんですけど、これが可変式のショックアブソーバー。これはかなりすごいです。キャンピングカー用に強化されたショックアブソーバーなんで、このガタンガタンという揺れをかなり軽減してくれます。そして車高長付きなんで、この普通重さでギアが下がるんですね、キャンピングカー。そうすると走行性能がかなり悪くなるんですけど、リアが少し上がります。それによって高速道路の走行性能もかなり安定します。そしてフロントのブレーキパッド、こちらも強化されています。なのでブレーキの効きもいいそうです。こちらも実際に試乗して体感してみます。そしてこの車体の真ん中、白いのですね、これはクーラーの静外機になります。前後スタビライザー、そしてリアの車高長付きショックアブソーバー、ブレーキパッド強化、これで今までのキャブコンでは考えられないぐらい高性能な走りになったそうです。めっちゃ楽しみです。
運転席なんですけど、まずこのシート変わってます。本来はビニールシートの生地で、もうほんとトラックっていう感じなんですけど、これはちょっとおしゃれになっています。まずエンジンつけてみます。この標準装備のナビ、テレビのフルセグ、そしてこれですね、バックミラーモニター付きドラレコです。これ画面上がちらついてるかもしれませんが、実際見ると問題なく綺麗に見えてます。キャンピングカーは後ろ見えないんで、これは本当にありがたいです。で、運転席の右下、ここなんですけど、サブバッテリーとメインバッテリーの切り替えスイッチがあります。これをサブバッテリーにすることによって、このナビのテレビがメインバッテリーじゃなくて後ろのサブバッテリーで起動します。で、この後ろのモニターに映せますんで、エンジンを切ってから後ろの席でテレビを楽しむことができます。そしてベースのタウンエースはマイナーチェンジされたモデルなので、アクセルが電子スロットになってます。なので社外品のクルーズコントローラーをつけることができます。長距離の車中旅でも高速道路を80キロに設定すれば、アクセルを離しても80キロをキープして運転してくれます。これはかなりおすすめです。それではいよいよ中に入ってみます。うわー、広、すごい白基調でより一層広く見えます。で、このテーブルもいいですね。 L 字のテーブルで常設ベッドもあるし、トイレもあるし、これはもう住めそうですね。暑いんで、もう早速この DC12V クーラーつけていきます。高さはかなりあります。自分170センチなんですけど、全然余裕で立てます。ちょっとメジャー忘れちゃったんで、後で何センチかまた測っておきます。入り口なんですけど、こんな感じで靴を横に2足入れることができます。こんな感じで縦はダメですね。横だったら大丈夫です。入ってすぐ横に下駄箱3足入ります。これは便利そうですね。スイッチ類は入り口に集中されてます。この上のところにライト系があります。この気になるボディの断熱なんですけど、この壁、木の中に断熱材が入ってます。そして外は軽量のアルミパネルになります。ここはアルミパネルなんですけど、このバンクなどの曲がった造形のところですね、ここは FRP が入ってます。断熱材はもうアルミパネルも FRP もシェル全体に入っているそうです。今ちょっとしか過ごしてないんですけど、外の音は全く入ってきません。結構断熱性高そうですね。これはこの後実際に車中旅に行きますので、遮音性や断熱性を身をもって体感したいと思います。ソファーはこういった感じで L 字になってます。で、こちら横側ですね、これがシートベルト2点式が3つあって3名後ろ座れます。走行中3名乗車可能なんですけど、ただチャイルドシートは後ろはつけれないそうです。で、停車後はここにもソファーありますんで、5人ぐらいでテーブルを囲めそうです。で、ここのソファーはこんな感じで跳ね返式で取れますんで、このウォークスルーも可能そうですね。運転席と後ろへの。そしてテーブルなんですけど、こんな感じで高さを変えることができます。これで上下します。シンクはここにあります。歯磨きとか全然問題ないですね。洗い物も後でどのぐらいできるか一回確かめます。で、標準装備の冷蔵庫はこちら50リッターになります。あ、ビール入ってましたね。電子レンジもこの位置で使いやすそうです。シンクのお水なんですけど、このリアベッドの下、ここに清水タンクと汚水タンクがあります。こちらはプロトタイプなので、販売モデルは外から出し入れできるそうです。料理スペースはそんなにないので、ここなんか DIY してテーブルとか欲しいですね。一番大きい窓がこのソファーの後ろになります。高さも結構ありますんで、中から座って外の景色をちゃんと見ることができます。これはポイント高いですね。そしてギャレーの上の窓、リアの常設ベッドの上段の上と下の段、サイドに小さい窓、そしてバンクベッド左右2箇所に丸窓があります。網戸とシェードの切り替えはワンタッチです。ルーフベント換気扇なんですけど、ここにスイッチがあってライト照明がつきます。ここのつまみを回して開けます。屋根があるんで、ある程度の雨なら問題なく使用できそうです。で、これスイッチで強さ、そして反対側もできます。この 12V の小型クーラー、これも標準なんですね。すごい時代になりました。前このクーラーで車中泊させてもらったんですけど、その時はタウンエースのバンコンルクシオプロで車中泊しました。室外機の音が少し気になったんですけど、これキャブコンなんでかなり遮音性が高そうです。今は結構冷えてるんですけど、そんなに外気温高くないんですね。明日は暑いようです。
これは実際の車尺で検証しないとダメですね。消費電力はそんなに少なくないんですけど、これ天井にソーラーパネルついてますんで、相殺されて消費電力はかなり抑えられると思います。何時間持つか楽しみです。このソファーの下に電気関係が収納されています。これがなんと標準装備のリチウムバッテリーです。容量は 100Ah です。この奥に見えるのが先ほど外から見ていた熱風を外に出すベンチレーターです。このリチウムバッテリーすごいのがヒート機能なんです。リン酸鉄リチウムバッテリーは氷点下になると充電できないんですけど、このヒート機能があれば問題なく充電できます。ソファー下はまだまだスペースがありますので 300Wh ぐらいまではオプションで拡張できるそうです。外部充電は 40A、 走行充電も 40A、 12V 換算で 480W 入力されます。そしてこの走行充電器結構いいなと思ったのがソーラーパネルと同時に入力できるみたいです。なので晴れていて走行すればかなり早くバッテリーが回復すると思われます。でここに大きいレノジーの 2000W のインバーターあるんですけど、これで AC コンセントが使えます。こちらはオプションになってます。通常は 1500W のインバーターが入ってます。マルチルームは高さが175センチ、横幅が62センチ、奥行きが79センチあります。ここにラップポンなどトイレも十分置けます。履いてみた感じそんなに窮屈さはありません。で天井ここにライトがあります。で換気扇はないんですけど、ここに窓があります。トイレとして使わなくてもこんな感じでハンガーかければクローゼットとしても使えそうですね。収納はたくさんあります。まずこの上段なんですけど、ソファーの上にいろいろ置けそうな収納が123箇所あります。そして入り口の上ちょっと狭いんですけど、ここも収納があります。天井のところ完成照明があるんですけど、ここもちょっと棚みたいになってますんで、なんか簡単なものを置けそうです。反対側もスペースがあります。リアのベッドの下にも広めの収納があります。そしてソファー下収納、この入り口の方のソファーの下にも収納があります。あとはギャレー周りに3箇所収納があります。ベッドは3箇所あります。リアのダブルベッド、ソファーベッド、そして運転席上のバンクベッド。まずはバンクベッドから展開します。こちらを引きます。そしてクッションを広げます。これで完成。めっちゃ簡単ですね。このバンクベッドがかなり広くて、奥行きがなんと190センチ、そして横幅が180センチなので60センチとしたら3人眠れます。ちょっと上がってみます。170センチの大人が寝るとこんな感じです。これ天井と頭の高さなんですけど、意外と距離あるのでそんなに圧迫感はありません。で足元は結構低いんで、こっちを足にすれば全く問題ないと思います。バンクベッドって意外と狭くて使いにくかったりするんですけど、これは本当に実用性のあるバンクベッドです。リアの常設2段ベッド、上が185センチ、そして横幅が65センチ、下段が長さ185センチ、横幅が70センチです。こっちもちょっと寝てみます。下段は横幅70センチなんで比較的余裕があります。これで寝返りも半分打てる感じですね。一周はできません。ベッドにも LED ライトついてますので、ここで読書もできそうです。そしてここ上段なんですけど、なんと張り上げ式になってます。なので大きめの荷物もここリアに収納できそうです。ソファーベッドはこのテーブルをくるくる回して下げて、で台にしてここにソファーを置けばベッドが完成します。ベッド展開何秒かかるか一度タイム計測してみます。36秒でした。かなり早かったですね。ただですね、このメインのソファーベッドなんですけど、サイズが長さが160センチ、横幅100センチなので小柄な女性しか眠れません。ただですね、この方向じゃなくてこの斜めですね、ここに寝れば男性でも眠れそうです。そうですね、こうすれば大丈夫なんですけど、ここがソファーないので、なんか DIY とかでソファーをこうできれば、ここも大人のメインのベッドとして使えそうです。内装どうでしたか？かなりいいですよね。ただ1日触ってみてデメリットも感じました。最後にメリットデメリットをお伝えする前に、今から実際に運転してみて自分の持っているライトキャブコンの違い体感して、ステージ21歳に戻ってから試乗の感想や1日触ってみて感じたメリットデメリットをお伝えします。それでは安全運転で行ってきます。まず乗って最初に感じたのがすごい軽いです。これタウンエースベースが
1500cc のノンターボで後ろのシェルがカムロード用なんで心配していたんですけど、問題なくスイスイ走ってくれます。はい、信号止まって再加速したんですけど、今街乗りで30キロ40キロペースなんですけど、もう前の車に全然問題なくついていってくれます。このぐらいのトルクパワーがあれば街乗りは問題なさそうですね。今市街地の中で結構細身の道なんですけど、やっぱりトラックとかすれ違う時緊張しますね。少し寄ってあげないと当たりそうな感じがします。やっぱりこの辺は横幅2メートルありますんで、裏路地など通るときはかなり注意しないといけないと思います。視認性なんですけど、このバックミラーモニターのおかげで後ろはめちゃくちゃよく見えます。でフロントもよく見えるんですけど、サイドがですねやっぱりシェルが飛び出してますんで、特に左ですね、死角は結構あります。この辺はキャブコンの宿命でもあります。このリアのショックアブソーバーが結構効いているのか分かりませんが、乗り心地は全然問題ないです。で固めというんですかね、そんなにグワングワン柔らかい感じはしません。しっかり剛性感はありつつ路面のショックをいなしてくれてます。ちょっとゴツゴツ感はあるんですけど、自分はこのぐらいの方が好きです。はい、今30キロで走行しています。右へ軽いコーナリングですね。はい、全然ロールはしませんでした。ここなんですけど、かなり急なコーナーがあります。ここを曲がってみます。どうでしょうか。かなり急です。おお、すごいですね。これこんなにスタビライザーが前後入って後ろのリアのショックアブソーバーが入れば安定するんですね。はい、じゃあ赤なんでちょっと強めにブレーキ踏んでみます。おお、結構効きますね。問題なく止まりました。いや、キャブコンだったらもっと制動距離長いんですけどね。ちなみに今は後ろもいないの確認してちょっと強めに踏みました。いやー、かなり良かったです。それではステージ23がここですね、見えてきました。はい、帰ってきました。ステージ23に戻ってまいりました。1日触ってみて感じたメリットデメリットをお伝えします。まずはデメリットからいきます。全部で9つあります。走行中なんですけど、こっちのリアシェルの方は走行中のクーラーはありません。このターンエースフロントのダッシュボードの方に4口冷風出るんですけど、後ろには届きません。なので走行中後ろの方はかなり暑いと思います。この DC12V クーラーつけて冷えるんですけど、走行充電では電力賄えないと思います。この下にあるサブバッテリーちょっとずつ減っていくと思います。で何より走行充電しながら大量に電気を消費するとバッテリー酷使してリチウムの寿命が短くなりそうです。この辺は実際に使ってみて1年単位で検証が必要になってきますね。走行中後部座席の方はこの横向きシートの2点式のシートベルトになります。なのでチャイルドシートは付けられないそうです。でレイアウトなんですけど、この横向き以外に前向きですね、こちらのレイアウトは発売予定はないそうです。この助手席にチャイルドシートを付けられるんですけど、このエアバッグがあるんでやっぱり危険が伴います。自分冒頭でキャンピングカー持っていなかったら買いたいとお伝えしましたが、よう考えたら2歳の子供を入れるんで買っても家族で乗れないですね。この辺は家族構成や子供の年齢がある程度上だったら問題なくクリアできると思います。バンクベッド出てる時にこのソファーに足かけてテーブルに足かけて登るんですけど、これ真ん中以外足乗せられません。この端とかに乗せちゃうとグラグラして潰れちゃいます。はしごはないので登る時かなり気を使います。そして1番を降りる時ですね、ちょっと足元見えにくいんで、ピンポイントにこことここ、こことこことかに足を置かないといけないんで結構気を使いました。この辺は慣れたらいけるかもしれません。展示車なので一度体験した方がいいと思います。コインパーキングは長さ5メーター以内、そして横幅が2メーター以内と決められている場所が多いです。お花プロ長さは5メーター以内なんですけど、横幅が2メーター9センチと9センチ出ています。ルールが定められているところはダメなんですけど、9センチぐらいならスーパーとか二重線があるところですね、そういうところだったら問題ないと思います。この辺は実際に車中泊に行って普段使いでスーパーに止めてみて許容範囲かどうか後で試してみます。ここでちょっと番外編のデメリットをお伝えします。これはお花プロだけというわけじゃないんですけど、こういったフロントウィンドウですね、サイドウィンドウとかこれ UV カットがないんですよね。キャンピングカーはトラックがベースなんでそういった快適装備は一切ありません。ただこれでずっと旅行していると焼けちゃうんですよね。なんでそろそろ UV カットのオプションも欲しいなと思ってあえてお伝えさせてもらいました。
次からのデメリットは、このお花プロ販売価格を低く設定しコストダウンしたので、そのしわ寄せがあらゆるところに見られます。これはデメリットというか企業努力にもなりますので、理解してから購入される方が双方にとってもいいので、あえてデメリットとしてお伝えさせてもらいます。このリアにある両サイドの収納ですね。この扉、こちら側にもあるんですけど、これ開けるとなんと地面が見えてます。収納はありません。反対側も何もありません。ここない理由聞いたらですね、やっぱりこれ作ってはめると納期が長くなってしまうそうです。できるだけ早く低価格を実現するために、もうここは生なしでいったそうです。中はこんな感じなんで DIY で付けそうな気もします。この辺は DIY 得意な方は自分で作るのもありかなと思いました。この車両はプロトタイプなので販売モデルはなっている可能性がありますが、期待も込めてあえてお伝えさせてもらいます。こうやって引きで見ると全然問題ないんですけど、よく見るとこういった家具の隙間ですね、開いていたりチープさが目立ちます。ここも浮いてますね。こういうのは簡単に直せると思います。ここギャレーなんですけど、ここも隙間が開いていたりします。やっぱり1000万クラスのキャンピングカーになってるとそういったこともないんですけど、かなり低価格なんで、その辺は理解して購入した方がいいと思いましたので、あえてお伝えさせてもらいました。次気になったのがこの走行中の騒音なんですけど、この辺は問題ないんですけど、ここ後ろこのつなぎ目ですね、このシェルとフロントのトラックのところです。ここがねすごい騒音聞こえました。この辺ですね、つなぎ目のところ、一瞬窓開いてるんかなと思いました。そのぐらい外の音が聞こえました。多分この辺からだと思うんですけど、この辺は何か吸音材など入れたら治るかもしれません。標準でついているインバーターが疑似制限波になります。インバーターはサブバッテリーの電源をこういった AC コンセント使えるように変換してくれます。制限波と疑似制限波があります。制限波は家電、家で使っているもの何でも使えます。疑似制限波は使えないものも出てきます。ステージ21さんに確認したら、この冷蔵庫や電子レンジはこの疑似制限波で問題なく使えるそうです。これも販売価格を抑える企業努力なんですけど、やっぱり制限波の方がいいと思いますんで、オプションでプラス4万円ぐらいで純制限波に変えれそうなので、家電をたくさん使われる方は変えた方がいいと思います。もしくは別途ポータブルバッテリーですね、そういうのも必要になってくると思います。 FF ヒーター、キャンピングカー専用の暖房なんですけど、こちらは灯油仕様になってます。この中に入っています。灯油のタンクは外、ここにあります。なのでガソリン入れてから別途灯油を入れないといけません。ガソリンを使う FF ヒーターだったらその手間いらないんで、少し手間に感じるかもしれません。この価格を実現したので仕方ないことですが、この辺を分かった上で購入される方がいいと思います。次はメリットをお伝えします。やっぱりですね、常設ベッド、クーラー、マルチルーム付きのキャブコンでこの低価格、なかなかないですよね。これが最大のメリットだと思います。これからこういったキャンピングカー増えていってくれたら嬉しいですね。このテーブルはかなり使いやすかったです。この下に下げたり上げたりするのも無段階で簡単にできます。ベッドの時に台になるんですけど、こういったものって大体外してどっかに収納するんですけど、これそのままでいいんで収納するスペースもなくていいのがよく考えられてるなと思いました。標準でこの 100Ah のリチウムバッテリーが付いているのは本当にすごいと思います。こちらのリチウムバッテリーは安全性も高く、防塵防水ヒーター内蔵です。リチウムバッテリーの最大の弱点、氷点下で充電できないのはこのヒーター内蔵でバッテリーを温めて充電してくれます。死角のないバッテリーですね。そしてバッテリーの残量計なんですけど、ここにボルトが分かります。これだけではなくて、なんと温度と残量がスマホで分かります。現在の電圧、電流がいくら流れているか、そして放電中か充電中か全て分かるのは本当にありがたいです。こういった残量計って結構アバウトなんですよね。今 12.2V と表示されてるんですけど、スマホの方は 13.3V です。こっちの方が正確になります。これが標準でついてる機能っていうのは本当すごいですね。自分的にはこのバッテリーの換気システム、ここにファンがあるんですけど、これは本当に安全性が高くよく作ってくれたなと思いました。充電システムもしっかり制御されてるんですけど、やっぱりこうやって換気してくれたら温度も下がるし、安全性を最優先してるんだなとすごく感じました。さっきちょっと乗っただけなんですけど、走行性能が本当に良かったです。なんかワクワクします。キャブコンなのにこういったバンコンと変わらないぐらいの走行性能でした。正直キャブコンの最大のデメリットが走行性能だったので、かなり完成度の高いキャンピングカーだと思います。このプロトタイプについている足回りセット、スタビライザー前後、ショックアブソーバー、強化ブレーキパッド、これ全部で40万ぐらいらしいので絶対やった方がいいです。タウンエースベースは自分の乗っているボンゴベースに比べるとパワーは少し劣りますが、足回りなどのパーツが充実しています。
ボンゴにはスタビライザーはありません。聞くところによると高速道路での横風、トラックの追い抜きなど煽りですね、それにもかなり強いらしいです。長距離運転も楽そうですね。この後の車尺旅で高速道路にも乗るので実際に確かめたいと思います。最後に最新の納期なんですが、ステージ23に今聞きました。約1年だそうです。先日第1回目の販売30台限定は一瞬で売れたそうです。第2回目も販売するんですが、まだ発売時期は未定だそうです。その辺の最新情報はステージ23のホームページに掲載されるそうです。ぜひチェックしてみてください。また新たなタウンエースが搬入されています。ステージ23の YouTube チャンネルもありますので、そちらでも販売時期を発表するそうです。またチェックしてみてください。さあ、それではこのお花プロで今から2泊3日の車尺旅に行ってきます。気になるのがこの DC12V クーラー、キャブこんなに冷えるのか検証します。そしてこのルーフベントの換気能力、ここで焼肉してもいいということなんで、実際に焼いて匂い排出されるか検証してみます。このバンクの寝心地、リアベッドでも寝てみたいですね。走りも楽しみですね。一般道と高速道路を走行し、一般道では車の流れに乗れるのか、 1500cc のエンジンで上り坂登れるのか、高速道路では風の煽りを受けるのか体験してきます。今、神奈川県のキャンピングカービルダーステージ23にいます。今からこの新しく発売されたキャンピングカーお花プロで2泊3日の車尺旅に行ってきます。お花プロはマルチルーム完備、 DC12V クーラーとリチウムバッテリー、冷蔵庫に電子レンジ、換気扇、テレビ、バックミラーモニター、ドラレコナビ、キャンピングカー専用の FF ヒーター、屋根に 200W のソーラーパネル。これ全てが標準装備で価格が500万円以下のキャンピングカーです。キャブコンの中でもライトキャブコンと呼ばれるキャンピングカーで、自分もライトキャブコンを所有してますので、オーナー目線で違いなどをチェックし、車中泊を通じて体感してお伝えしたいと思います。今回の車中泊旅で気になる点がこの DC12V クーラーですね。このキャブコン全体ちゃんと冷えるのか、何時間使用可能なのか、あと騒音も計上します。もう一つ楽しみなのは走行性能ですね。こちらは足回り強化されたキャンピングカーになります。具体的には前後のスタビライザー、この黄色い棒がスタビライザーです。これで左右のロールを押さえます。そしてバネみたいなやつ、車庫長付きのショックアブソーバーです。キャンピングカーシェルが重いのでリアが下がるんですけど、それを上げてショックも和らげます。そうすることにより走行性能がかなり安定します。そしてフロントの強化ブレーキパッドです。前回の内外装編で軽く試乗した時はかなり良かったです。もう普通車のように走ってくれました。今日は一般道を走行し、普段使いスーパーなど寄って駐車も確かめます。あとは 1500cc のパワーなんで上り坂しっかり走るかも確かめます。2日目は高速道路での風の煽りを体感します。このステアリングセンター、ここに赤のテープ貼っときます。これで風の煽りの時ハンドルの操作が分かると思います。前回のお花プロ内外装編はこの動画の概要欄にリンク貼っておきます。今から車中泊の荷物積み込んで、実際の車中旅での重さにして走行性能を確かめます。はい、お水満タンしました。こちら地下水ということなんで洗い物などに使用します。お水はこのリアのベッド、この下にあります。車中泊用のアイテムはこういった IH やフライパンですね、炊飯器などで、クッキングシートやサランラップ、お皿とかも持ってきました。収納スペースはたくさんあって、この上部の収納とこのギャレー周りにも収納あります。ですが今回はこのマルチルームは使わないんで、もうここにこのまま収納しておきます。電源関係なんですけど、このサブバッテリーのリチウムバッテリーはこの DC12V クーラーの検証で使いたいんで、ポータブルバッテリーを2台持ってきました。こちら容量 1000Whタイプを2台です。かなり重たいですが重量を増すために2台持ってきました。ここの隙間にちょうど入りましたね。こちらは料理などの電気に使います。外気温分かるように温度計、このシェルの影のところに設置しておきます。それでは安全運転で行ってきます。
わ、やっぱりトルクありますので低回転機での街乗りはすごい快適です。ぐんぐん進んでくれます。でもこのタウンエースエンジンが 1500cc、 そして後ろに大きいシェルが乗ってます。なので加速や上りが不安ですね。後で信号スタート0から40や0から60を実際にタイム計測します。そして山へ行って上りやコーナリングを体感します。一般道の燃費も気になりますのでガソリン満タンにして計測します。タウンエースのガソリン給油口は運転席のすぐ横にあります。レギュラー満タン。はい、今幹線道路に入って50キロ60キロ走行しているんですけど、加速は問題ないです。前の車に平坦ではついていてくれます。全然後ろに大きいシェルが乗ってるのを忘れるぐらいの加速をしてくれました。はい、次ですね、信号先頭になったら1回0キロから60キロまでフル加速してみます。でタイム計測してみます。いきますせーの、はい。はい、やっぱりエンジンの排気量が 1500cc で重いシェル乗ってるんで、そこまで加速は良くないといった感じでした。背中を押されるような感じの加速はなかったんですけど、街乗りだったらこのぐらい出れば問題ないかなと思います。アクセルの踏み具合は7割ぐらいでした。現在60キロで上りに入ってきました。今60キロキープしています。でアクセルなんですけど少し速度が落ちてきたんで強めに踏んでます。今半分ぐらい強めに踏み出しました。そうするとギアが下がって力強く加速してくれます。今60キロキープしています。このぐらいの上り坂、街の上り坂は問題ないですね。はい、街乗りでの静粛性なんですけど、やっぱりですね、この左後方シェルとこの前のそのつなぎ目のところから騒音が聞こえます。ただめちゃくちゃ大きいっていうわけじゃないんで、助手席と運転席の会話は問題なくできると思います。ただ後部座席は聞こえにくいと思います。乗り心地なんですけど、こういった一般道にあるマンホールのショックですね、凸凹のところ乗り上げてもほとんどショックを感じません。今はまだ比較的道が綺麗っていうのもあるんですけど、今からスーパー向かいますので、お店入る時のショックなどですね、段差ショック、その辺も体感してみます。はい、じゃあスーパーのこの段差ショックですね、体感してみます。あ、なるほど、結構ね普通に揺れますね。ただそんなに嫌な揺れじゃないです。上下はするんですけどガタンというのはなかったです。はい、スーパー到着しました。ここで食材買ってきます。スーパーの駐車場、実際に駐車してみてなんですけど、横の線ちょうどギリギリでした。反対側もこんな感じでちょうどです。この二重線ですね、こういった線のところは比較的余裕で止められます。そして後ろはギリギリまで下げて、前もちょうど収まってます。全長5メーター以下なんで長さは問題ないですね。こういった広めのスーパーで屋根がなくて隣同士二重の線のところは全然問題ないですね。狭くて1本しか線ないところだったら止めるのはちょっと嫌かなと思いました。今ね、外気温が26度で車内が 28.4 度とそんなに暑くないんですけど、明日の天気が雨っぽいんで、今スーパー買いに行っている間とちょっと休憩する間、エアコンつけて1時間で何度温度下がるか、バッテリー何%減るか検証してみます。キャンピングカーのサブバッテリー容量 100Ah のリチウムバッテリーの残量は現在 100% です。走行充電で満タンになりました。外気温 26.1 度、中の温度 28.5 度、これでスタートします。エアコンは本体の操作とこのリモコンがあります。もう設定温度一番下げておきます。5度になりますね。じゃあ5度でいっておきます。風量もマックスでいっておきます。運転席と後部座席の仕切りカーテンは閉めておきます。
それではいただきます。はい、ちょうど1時間経ちましたんで、現在の温度を調べていきます。車内が 23.9 度ですね。現在の外気温の温度が 26.8 度です。そしてこの1番 30.6 度っていうのが、このカーテンの向こう、運転席の方に温度計入れてきました。やっぱり運転席はかなり暑くなってます。現在のバッテリー残量なんですけど、結構減りました。 62% になりました。で、現在の消費電力は 454W です。ちょっと車内寒かったんで、風量は一番弱くしてます。外気温が27度付近と、日中なんですけどそこまで温度上がってないんで、また明日以降ですね、暑い日ありますんで、その時に再検証します。それでは再出発します。ちょっと早いんですけど、もう早めに銭湯でお風呂入ってきます。はい、駐車場内が舗装されていなくてデコボコです。めちゃくちゃ揺れます。おお、はい、一番端のところに止めさせてもらいました。このタウンエース、地面とボディの間が結構高いんで、こういったアクロ走行にも向いてますね。今回お借りしたこのお花プロは2区なんですけど、4区も選べますんで、4区にすれば雪道とかも強そうですね。まだ明るい。いや、ここの銭湯めっちゃ良かったです。すごい綺麗で、そしてなんといってもサウナが広かったです。露天風呂も充実していて、また来たいなと思いました。今日はまだ時間ありますんで、山の方に行って道の駅で車中します。行く道の駅なんですけど、去年ですね、ステージ21さんのキャンペーンカー、このタウンエースのバンコバージョンルクシオプロ、そちらをレビュー車中泊した時に使った道の駅清川というところに行きます。ちょっとくねくねした道も通りますんで、そこでコーナリングを体感します。はい、赤で先頭誰もいないんで、強めにブレーキ踏んでみます。はい、お、結構効きますね。キャブコンって本当に効かないんですけど、やはり強化ブレーキパッド入ってますんで、普通の車までは効かないんですけど、キャブコンにしてはしっかり止まってくれました。はい、今は結構きつめのコーナリングなんですけど、かなり安定しています。やっぱ足回りこれ固めですね。はい、ずっとね緩やかなコーナリングが続いてるんですけど、このぐらいならすごい快適です。ほとんど傾きません。ゴツゴツした路面の感じはあるんですけど、この左右のロールがかなり少ないんで、緩やかな山道は快適に走行できます。はい、到着しました。はい、今ついてまだエンジンアイドリングでついてるんですけど、この発電が 342W 発電されてます。電流が 25.5A です。サブバッテリーの方も 77% まで回復しました。走行中だったらもっと発電されてると思います。まだ明日調べてみます。そして走行中のコーナリング性能めちゃくちゃ良かったですね。ほとんど傾きませんでした。今日は緩やかな山道だったんですけど、明日はもっと山深いところ行きます。もっときついコーナリング体感してみます。こんなにもしっかりしているなら、キャブコンの大敵、高速道路の風の煽り、トラックの追い越し、そういった時に全然揺れないかもしれません。明日高速道路も走りますんで、その辺を体感します。それではいただきます。今車内の温度なんですけど 26.4 度とそんなに暑くないです。で、車外は22度なんでかなり涼しいですね。なので窓を開けてルーフベントで換気すれば温度は下がると思うんですけど、この 12V クーラーの騒音検証したかったんで、一旦つけて車内の温度をもうちょっと下げます。そして中の騒音と外の騒音をデシベル測定してみます。じゃあ風量弱でつけておきます。
今現在テーブルの上の騒音が、この風の音は聞こえる感じでした。車体下にあるコンプレッサー、ここについてるんですけど、この下、この音はほとんどしません。ちょっと低い音がブーンってなってるぐらいです。やっぱり家庭用クーラーに比べたら全然音はするんですけど、ポータブルクーラーと比べるとかなり静かだと思います。はい、じゃあ外も測っておきます。静か駅の音、すぐ横ですね。この位置で測ってみます。このすぐ横のところ、1個上げたところは65デシベル、まあまあ音聞こえました。はい、次は車2台分ぐらい離れて騒音検証してみます。車2台分ぐらい開けると59デシベルでした。ここまでちっちゃくなるとそんな気にならないと思います。ただですね、もし隣に車がいて、その車が窓開けて休まれていたら使用しない方がいいかなと思いました。はい、じゃあもうクーラーを切ってルーフベントの換気に切り替えます。他の窓はシェードにして外から見えなくしておきます。なんか夜になってこうやって電気つけてみたら結構間接照明もあっておしゃれな空間ですね。この LED バーライトの色すごい落ち着きます。ギャレーのこういった隙間にも LED の間接ライトが仕込まれてます。この車内は白が基調なので照明が映えます。でこのルーフベントにも照明ありますんで、これつけるとかなり明るくなります。はい、じゃあ換気しておきます。入り口のドアの隠すものがありません。今日お風呂で使ったタオルちょっと濡れてますんで、ここに干しておきます。あ、ちょうどいいですね。タオルも乾くし。それでは今日の車中飯なんですけど、ステージ21さんから肉を焼いてもいいという許可が出ましたんで、このステーキを焼いて車内の換気能力を調べます。できるだけ油飛び散らないようにアルミホイルなどをかぶせて焼きます。そしてこの水蒸気や煙などをこの窓から排出します。なのでこの換気扇は空気を吸うんじゃなくて中に入れるように逆にします。他の窓は開けてないんで、この換気扇から入った空気がここに流れて全部煙や匂いが排出される予定です。今日はシンクの使い心地も確かめたいんで、アルミホイルなどは引かないでこのまま焼いていきます。軽く油を敷いて IH は中火でフライパン温めていきます。うわ、分厚い。油の飛び散りを防止します。両面1分半ずつ焼いていきます。さあ、もうこれでいきましょう。あとはアルミホイルの上に乗せて保温で火通していきます。結構空気がね流れていったんで匂いは残ってないと思います。また明日の朝チェックしてみます。さあ、カットしていきます。何気にこのクーラーの前こういった感じで台あるんですけど、これ調理中めっちゃ便利です。どうでしょうか。自分レアが好きなんで柔らかめに焼きました。あとはこの野菜盛り合わせと一緒に購入したミヤのタレ、ステーキ用のタレですね、こちらかけていただきます。いや、めちゃくちゃ美味しそうです。それではいただきます。はい、ごちそうさまでした。いや、美味しかったです。それでは洗い物していきます。水道はここのスイッチを押します。あとは蛇口をひねると水が出てきました。シンク結構狭そうなんですけど、使い勝手どうでしょうか。あ、この水道蛇口はこんな感じで上に
上がります。はい、洗い物完了しました。このライトキャブゴンクラスでは少しシンクが狭いかなと思ったんですけど、このフライパンとまな板ぐらいでしたら洗えます。これ以上になってくると一気に洗うのは難しそうです。はい、綺麗になりました。お肉を焼いた匂いも今のところは感じません。ずっとベンチレーターを回しています。明日の朝ちょっと散歩してからまた入ってチェックしますが、多分大丈夫だと思います。現在の外気温は 21.9 度、中の温度はベンチレーター回していたんで 23.6 度まで下がってきました。で外なんですけど、ほんの少し雨が降ってきました。でこのベンチレーター少々の雨だと入らないと思うんですけど、一度チェックのためにこのまま回しておきます。今日寝る場所なんですけど、リアの2段ベッド、ソファーベッド、バンクベッド、4箇所寝る場所あるんですけど、今日はこのリアの2段ベッドの下で眠ります。横幅が70センチ、この長さが185センチあります。自分身長170なんで問題ないと思います。結構マットは厚くてだいたい5、6センチはありそうですね。でこの上にシーツを敷いてタオルケットで眠ります。しばらく換気扇回していたんですけど、小雨でここ下は全く濡れてません。天気予報を見たら明日は4ミリと結構降るそうです。強めの雨だったらこのベンチレーターから雨が入ってくるのか、そちらも明日検証します。はい、じゃあもう今日は切っておきます。はい、ここに寝た感じ、窮屈さはあまり感じません。天井もそこまで低くないんで圧迫感はそれほど感じません。また明日の朝ですね、起きて寝心地などをお伝えしたいと思います。ここにライトあるんですけど、この手元で消すことはできません。なので入り口のスイッチ消してから真っ暗な状態でこっち来ないといけません。まあ言うてもこの距離なんで全然問題はないと思います。さあ明日はいよいよ山ワインディング走ってから高速道路も乗ります。やはりキャブコンのデメリット、風の煽りですよね。高速道路はあれがめちゃくちゃ怖いんです。この足回り強化されたお原風呂、どういう走り見せてくれるか楽しみです。揺れないキャブコン誕生するんでしょうか。それではおやすみなさい。おはようございます。ぐっすり眠れました。寝返りもこんな感じで体を横にすることが可能なんで、比較的楽に眠れました。起きてすぐこの小窓から外の天気見れるのと光が入ってくるのは嬉しいですね。ただ一つ気になることがありました。リアのベッドに寝てるとすぐ横に冷蔵庫があるんですね。でコンプレッサー待ってる時に結構ブーンと音しますんで、自分は大丈夫だったんですけど、気になる人は眠れないかもしれません。今日は曇りと雨なのでソーラーの発電はあまり期待できません。サブバッテリーの残量がもう 12% ですね。かなりなくなってきました。今電気つけてるだけなんですけど、消費電力は 80W もあります。この LED が結構電気消費するんですかね。一回切ってみます。 LED の間接照明切ると 13W にかなり下がりました。お昼は窓からも光入ってきますんで、この照明でいいかもしれません。軽く道の駅散歩して、車内に入ってきた時に匂い残ってるか確かめます。いやー、気持ちいい朝です。駐車場のすぐ後ろは山になっていますんで、やっぱ匂いが違いますね。マイナス4で溢れています。ただ前の道路は結構交通量多いんで、車の音はある程度聞こえました。道の駅のショップのすぐ横にトイレがあります。直売所は朝がまだ早いんで営業されてないですね。今日の夜の食材で野菜買いたかったんですが、また別のスーパー行ってみます。さあそれでは鼻も外に慣れたんで車内に入って匂いを確かめます。すぐ横には旅する家の物語さんのような自作の DIY の軽トラックがあります。かっこいいですね。大丈夫ですね。食べ物の匂いはしません。ほんのりおっさんの匂いはします。今回はこのマルチルームに生ゴミなど入れましたんで、全く匂いはしません。しっかり換気扇を回して車内の空気を入れ替えてあげれば車内調理も可能ですね。
ただきます。いやー、今日は暑くなくて助かりました。今外の気温が23度くらいなんですけど、もし暑かったらバッテリー全然ないんで DC12V クーラーが使えなくて汗だくになっていたかもしれません。クーラー使うなら 100Ah では足りないですね。今日は曇りと雨で比較的涼しいんですけど、明日はすごく暑くなるようです。その時までにバッテリー回復していたらいいんですけど。それでは道の駅から移動して朝ごはんをいただきます。でここからですね、山の中入っていくと前に行った宮ヶ瀬という湖があります。その先に相模湖行く途中にすごいくねくね道あります。これは急カーブの連続だと思います。ここ通ってコーナリングを確かめます。それでは安全運転で再出発します。道の駅清川さん、ありがとうございました。はい、早速きつい上りに入ってるんですけど、制限速度40キロでほとんどアクセル7割ぐらいですね、踏んでキープしてます。でここからさらに強く踏むと、はい、そうですね、少しだけ加速してくれました。なので多分制限速度プラス10ぐらい、50キロ付近は出るんじゃないかと思います。やっぱり上りには弱い印象です。今これ1人で車中泊の荷物積んでるだけなんですけど、あと家族2人とか家族の荷物積むと多分制限速度の40キロがギリギリじゃないかなと思います。うわー、ここのトンネルすごいな、雰囲気あります。やっぱり宮ヶ瀬ってダムなんでいろいろあるんですかね。さあここから道が細くなってきついコーナリングが続きます。はい、かなりきついコーナリングが続いてます。ロールはやっぱりします、このぐらいのコーナリングは。ただですね、もう本当にキャブコンだったら山道も二度と走りたくないというぐらい揺れるんですけど、これは普通車で揺れるなぐらいで済んでます。なのでやっぱりコーナリングにはかなり強い方のキャンピングカーだと思います。あれ、ここめちゃくちゃ狭い。なんか通れないですね。これは車幅2メーター以上の車両は通行できません。この車は2メーター9センチなんで通行できません。残念です。はい、じゃあ U ターンして引き返して別のルートで行きます。はい、先ガソリン満タンにしておきます。一般道山道を 85.7 キロ走りました。記録しておきます。はい、相模湖公園到着しました。本日は無料で開放されているそうです。高さ制限がありますね。2.1 メーター以上は右、普通車は左のようです。はい、到着しました。目の前には相模湖が一望できるロケーション抜群の駐車場です。公園の駐車場であってもキャンピングカーは止めれるか分かりません。今回は高さ 2.1 メーター以上の制限がありました。お花プロは高さ 2.7 メーターありますんで、こちらの高さ制限のないエリアに止めました。いや、通行止めやワインディングいろいろ走ったんで少し疲れました。それでは朝食いただきます。サブバッテリー残量は約1時間半走行して 53% まで増えました。これは走行中の発電量をスクリーンショット撮った画面なんですけど、発電量が 35.4 アンペア、467ワット発電されています。カタラ口では40アンペアの発電なんで結構いい線いってますね。でソーラーパネル200ワットも発電されてるんですけど、もう曇りだったんで多分30ワットぐらいだと思います。今日の朝ごはんなんですけど、できるだけ家と同じ環境で料理できるか確かめるためにこの鮭を焼いて和食の朝食を作ります。ご飯はレトルトの玄米をチンしようかなと思ったんですけど、これまだ使用してないみたいなんで今回はやめて、ポータブルバッテリーと炊飯器で温めていきます。
それではいただきます。この鮭すごい美味しそうに焼きました。はい、ごちそうさまでした。やっぱり朝は鮭ですね。それではちゃちゃっと片付けて燃費の方計算します。そして最後に今回お花プロ車中泊初めて1泊2日してみて感じたメリットデメリットいろいろありましたんで、まとめてお伝えします。はい、綺麗になりました。それでは換気扇も切っておきます。朝からずっと小雨が降っていて換気扇ずっと回していたんですけど、下濡れてないですね。真下なんですけど全く濡れてません。これだったら多少の雨でも換気扇回りながら調理も可能です。最後に燃費なんですけど、走行距離 85.7 キロ、一般道と山道走りました。で入ったガソリンが 9.09 リッター、1リッターあたり 9.42 走りました。結構いいんじゃないでしょうか。ボンゴベースだったら多分7か 7.5 ぐらいだと思います。高速道路だったらさらに伸びそうですね。今日走りますんで楽しみです。それでは最後にこのお花プロで1泊2日車中泊してみて感じたメリットデメリットをお伝えします。まずは走行に関してメリットから1つ目、ロールが圧倒的に少ないです。コーナーリング時の左右の傾きですね。前後オリジナルのスタビライザー、そしてリアの強化ショックアブソーバーが効いているようです。本当にキャブコンじゃないみたいでした。街乗り60キロまでのトルクは申し分ありませんでした。パワーブスコも感じずぐいぐい進んでくれました。これは普段使いもできそうですね。次デメリットなんですけど、上りが少しきつかったです。街乗りエンジン低回転はいけるんですけど、やっぱり 1500cc のノンターボなんで上りのきつい坂道は40キロから50キロが限界でした。高速道路は上りで80キロ出るのか今日確かめます。このシートなんですけど少し癖がありました。これね結構寝そべってる状態なんですけど、これが一番起こしてる状態です。こうやって前に行けるんですけど、これでは固定されません。これが一番起こしてる状態になります。なので人によると思うんですけど、こうやって寝そべって運転する方はいけるんですけど、ちゃんと体を起こして運転する方はここに空間ができてしまいます。あと意外とシートの位置が高くて、こうやって見るとこの上の信号が見にくかったです。自分は170センチです。そして次は家具のきしみです。内外装編でこの騒音がよくこの辺から聞こえるっていうのをお伝えしたと思うんですけど、実際に走ってみると結構家具のきしみが聞こえました。この上の家具の収納とかですね、その辺からよく聞こえました。ただキャブコンはきしみ音多いものなんですけど、それに比べてもちょっと多かった気がしたんで、あえてデメリットとしてお伝えさせてもらいました。こちらの車両はプロトタイプなので量産型は改良されているかもしれません。そして自分が乗っているライトキャブコンボンゴベースと比べて良かったところ悪かったところを簡単にお伝えします。まずは良かったところ、燃費ですよね。タウンエースの方が燃費が1リッターあたり2キロぐらいいいようです。そしてオートライトがありますので、トンネルの時いちいち電気つけたり消したりしなくていいです。こんなんはもう今は標準なんですけど、やっぱりボンゴベースは昔の方なんでこれもついてません。そしてデメリットは 300cc の差、パワーの差ですね。やはり乗るとパワーの違いはよくわかります。ボンゴベースもパワーないと言われますが、タウンエースに比べるともうちょっと坂も楽に走り、高回転の伸びもよく、高速道路も比較的楽に走れます。 300cc の差は低回転というより高回転に差があるような気がしました。それでは次は内装編のメリットデメリットです。その前にこのクーラーに関してなんですが、要チェックになりました。それでも今回外気温27度、曇りで検証しましたが、冷えるには冷えるんですけどキンキンまでは冷えませんでした。ということは晴れて炎天下の中ではあまり冷えないかもしれません。ただ明日のお昼ですね、30度ぐらいまで上がるようなので再計調します。このソファーとベッド厚みがあってすごい座り心地、寝心地が良かったです。ベッドはこんなにも分厚くて、ソファーはさらに分厚い気がします。やっぱり長時間座る場所なんでこの座り心地は大事だと思います。バンクベッドの寝心地は今日の夜高速道路で車中泊しますんで、その時に上で寝てみます。
このテーブルが L 字なんで、ここですね、このスペースが広くてかなり使いやすかったです。これなら家族で車中泊してもトイレ行ってキッチンとか料理したりとか全然同時進行いけると思います。やっぱりこの照明ですね、間接照明もたくさん入っています。コストを削減したキャンピングカーなのに中の空間は抜群です。問題点としてはこの間接照明の消費電力が高かったですね。あとはここキッチンも間接照明結構おしゃれなの入ってるんですけど、ここがねちょっと熱くなってました。この辺は問題ないかもしれないんですけど、気になったんであえてお伝えさせてもらいました。でやっぱり寝るときここだけ独立した照明だったら嬉しいですよね。全部消して最後にここ消すだけで眠たくなったらそのまま眠れそうです。このクーラー前、ここに結構広めのスペースがあります。風出るんであんま置けないんですけど、ここに調味料置いたりとか、とりあえず一旦置き場としてすごい優秀でした。あとは入り口上などですね、ここも軽く物が置けます。収納じゃないんですけど、一旦置く場所っていうのはキャンピングカーあったらかなり便利なので、これはいいなと思いました。いろいろ DIY して収納棚つけていったら快適になりそうです。次デメリットなんですけど、1つ目、電源。クーラー使うならサブバッテリー 100Ah では足りませんでした。標準で入っている 100A のリチウムバッテリーではこの DC12V クーラー約3時間ぐらいでした。やっぱり 200Ah できれば 300Ah 欲しいですね。 100Ah でいって調理するならもうポタ電は必須になると思います。ただ車内で寝るだけという方なら、寝る前のクーラーと朝起きてから日中のクーラーだけで大丈夫でしたら 100Ah で足りるかもしれません。あとこのアプリで残量計わかるんですけど、毎回このデバイスリスト、そして追加で Bluetooth この接続バッテリーをオンにしないと毎回分かりません。ちょっと時間がかかりますね。はい、接続されました。現在 44% まで減りましたね。今日また高速道路走って何%増えるかチェックしてみます。この入り口にあるバンクベッドの台ですね、ここの棒なんですけど、ちょっと毎回出るとき当たりそうになります。軽くかがまないといけません。そして下との高さが結構ありますので、毎回よいしょという感じで登ってこないといけません。ステップはないようです。雨の日や怖い場所など便利なウォークスルーなんですけど、ちょっとやりにくかったです。まずこの中央にテレビがあります。ただこれは跳ね上げると上に行ってくれます。まずこのぐらい上に行きます。いけんことないんですけど、次このソファーをどかしていくんですけど、この助手席倒すのが難しいんですね。助手席倒すレバーはこっち側じゃありません、反対側です。ただここはこんな感じで家具があるんでもう手がいきません。反対側運転席のレバーは手届こうと思ったら届くんですけど、もうかなり伸ばさないといけません。なのでウォークスルーはできないと思っていた方がいいかもしれません。そしてこの換気扇ベンチレーターなんですけど、これ日本語じゃありません、中国語で書かれています。コストを削減して低価格になったので仕方ないんですが、ただこれちょっと気になる人は気になると思ったのであえてお伝えさせてもらいました。実際にここで車中飯作ってみて感じたデメリットありました。やっぱりここに調理台欲しいですね。これなら DIY とかでなんか作れそうな気もします。これだけでは少ししんどかったです。一旦こっちのメインテーブルに食材を置いたり、このクーラーの前の台のところに一旦置いたり、自分は2段ベッドつかなかったんでこんな感じでティッシュなどもう全部置いてます。こんな感じで分散しておけば問題なく使えましたが、ここにあった方がもっと便利かなと思いました。ただここのテーブルも料理しない方であれば全然いらないと思います。そしてこのギャレー周りの収納棚なんですけど、これ開けようとするとこんな感じで下から上に開くんですね。こっち側も下から上に開きます。なのでせっかくの収納が調理しながら使いにくかったです。で冷蔵庫の騒音は朝お伝えさせてもらったと思うんですけど、ちょっとあえて最後にもう一回入れておきました。この騒音がすぐ横、リアベッドの横なんで結構聞こえます。ただ自分はよく眠れました。これは人を選ぶので実際に確認した方がいいと思います。以上が今回感じたメリットデメリットになります。どうでしょうか。自分的にはここで車中泊してみてすごい楽しかったです。もう1人2人で使うならこのレイアウトは最高です。今回マルチルームにトイレは仕込んでないんですけど、もうトイレ仕込めば本当に車中泊スポットも選ばないんでどこでも食べに行けます。あと一つ確かめたいのが高速道路での走行性能です。それを体感するため今から高速でも食べに行ってきます。この足場に強化されたお花プロなら風の煽りで揺れたりしないかもしれません。楽しみです。そしてボディの遮音性ですね。高速道路の喧騒の中寝て確かめてみます。着きま
的な雰囲気になると思います。この中に音が変わるんですかね。はい、現在ですね、左側何もないところで結構風が当たってビュンビュンは言ってるんですけど、今は神奈川県の相模湖にいます。あいにくの雨ですが、明日の天気は晴れ予報なんで暑くなりそうです。今からこのタウン SBS キャンピングカーお花プロで高速道路車中泊に行ってきます。昨日は一般道と山道を走り、道の駅で車中泊しました。山道ロール左右の傾き少なくて驚きました。やはり軽量なボディ、そして足回りの強化が効いているようです。今日は高速道路で風の煽りを体感し、上り坂でも80キロをキープできるのか確かめます。このステアリングの真ん中に赤のテープ貼りました。これで風に煽られてもハンドル操作が分かると思います。荷物なんですけど、実際の車中旅の重さに近づけるようにいろいろ持ってきました。1000Whタイプのポータブルバッテリー2台とシンクで使うお水満タン入れてきました。そしてマルチルームには実際に使っている車中泊グッズやクッカー、食材など持ってきました。この状態で走りを確かめます。明日のお昼暑くなった時にこの 12V クーラーキャプコンでも冷えるのか検証します。まずは地元のスーパーによって食材を追加購入してきます。それでは安全運転で行ってきます。はい、結構狭いとこだったんですけどスーパーが見つかりました。一番端入ってたんでこの端に止めました。一番後ろに合わせて前は出ていません。5メーター以内に収まりました。横幅はこっちの線に合わせて反対側こんな感じで9センチだけ出るような感じになります。うわ、すごい雰囲気いいスーパーですね。それでは行ってきます。このすぐ近くに相模湖インターチェンジありますんで、そこから高速道路に入ります。で、高速道路の燃費も継続します。先ほど一般道の燃費測るときに満タンにしましたんで、また高速道路降りてから満タンにして1リッターあたり何キロ走ったか計算します。はい、冷蔵庫に全てしまいました。そしてサブバッテリーなんですけど、このスマホで残量を見れます。標準で 100Ah のリチウムバッテリーが搭載されています。現在 52% です。こちら高速道路で走行してみて何%増えるのか検証してみます。行く場所なんですけど、ここ神奈川県から山梨県、そして長野県へ向かいます。そのルートは結構きつめの上り坂でありますので、上り坂の検証にはもってこいだと思います。はい、早速緩やかな上りがずっと続いています。現在80キロで走行しています。そしてこの高速道路なんですけど、途中標高 1000m を超えるぐらいかなり高いサービスエリアもあります。もっときつい上り坂が予想されます。現在80キロで走行しています。で、路面のロードノイズっていうんですかね、そういうのはやっぱり車内にある程度入ってきます。ただもうめちゃくちゃうるさくて隣の助手席の人と会話できないというわけではありません。後部座席に人がいるときはその方との会話は難しいかなと思います。はい、トラックが追い越しに入りましたんで、この追い越し時の風圧、風の揺れですね、検証します。さあ来ました。おー、なるほど、ちょっと揺れましたね。ちょっと全く揺れないかなと期待していたんですけど、やはりちょっとだけ揺れました。トラックが追い越されるときにこっち側に車が寄って、で抜かれるときにまた戻る感じですね。ただ足回りが強化された分全然怖さはありませんでした。また2台目も体感してみます。はい、2台目トラックが追い越しきました。どうでしょうか。このトラックはあんまり揺れなかったですね。トラックの追い越し、この後も何台か体感したんですけど、結構速度差があったら揺れるイメージでした。あんまり速度差がないとそんなに揺れない感じでした。はい、今なんですけど橋の上走っていて両方に遮るものが何もありません。この状態で風の煽り体制なんですけど、ほとんど揺れません。というか風が今日ですね、
あんまり吹いてないんですね。なのではっきりとした風の煽り体制が分かりません。この辺はまた明日帰りですね、高速道路走って体感してみます。結構本格的に雨が降ってきました。しばらく車内で休憩して天気の様子を伺います。本線に合流するときに40キロから80キロまでの加速を一度タイム計測しています。それで大体の加速感が分かると思います。タウンエースベースなんですけど、これカムロード用のシール乗っけてるんです。なので結構重たいと思いますんで、問題なく合流できるか試してみます。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。それでは雨も少しマシになってきたんで再出発します。現在山梨県なんですけど、これから長野県へ向かいます。で、今から合流しますんで加速のタイム計測します。はい、はい、いかがだったでしょうか。そんなにめちゃくちゃ速いわけじゃないんですけど、最低限の速度は保ってくれてるかなという感じです。多少のもっさり感というんですかね、そんなにビヨーンという感じで加速はしませんが、最低限の加速はしてるんで、東京の高速道路首都高の合流以外は大丈夫かなと思います。はい、今途半車線なんですけど80キロキープして走行しています。で、この状態で加速できるかやっています。アクセル踏み出します。せーの。はい、ギアが下がってエンジンがうなって加速しました。途半車線のあるような上り坂でもアクセルを強く踏めば80キロから少し加速してくれます。永遠に途半車線のあるような急な上りが続いてますんで、やっぱりエンジン音が結構うるさいですね。これもし助手席と後ろ3人ぐらい乗っていたら80キロから加速は難しいかもしれません。この永遠に続く途半車線をなんとか80キロキープして登ることができました。諏訪湖サービスエリアは諏訪湖が一望できる本当に綺麗なサービスエリアですね。下が上り車線になります。下り車線の方が上になってますので景色がよく見えます。すごい夜も綺麗なんですけど、明日の朝の景色も楽しみですね。駐車した場所なんですけど、すぐ横が大型トラックになってます。エンジンつけて休まれている方が多いので、このお花プロの遮音性を体感してみます。ここのサービスエリアは標高が高くて現在824メーターです。外気温なんと 15.8 度とかなり涼しいです。そしてこのソファーの下に標準で搭載されている 100Ah のリチウムバッテリー、2時間走行して 52% から 93% になりました。 41% 増えましたね。
屋根には200ワットのソーラーパネルが搭載されてるんですけど、今回は雨で曇りだったんでもう一切外れないと思います。このぐらい回復すれば明日12ボルトクーラーガンガン使えますね。ここのサービスエリアは珍しくお風呂ありますんで、ご飯の前に先に一風呂浴びてきます。ここですね。サービスエリアの一番端っこにありました。ハイウェイ温泉諏訪湖、夜の9時半まで営業しているそうです。入浴料は600円。いやー、めちゃくちゃ気持ちよかったです。浴槽は一つと狭かったんですが、すごい高温の温泉で少し入るだけでサウナに入ったような発汗性がありました。これが高速道路上で入れるのはさすが温泉大国日本ですね。結構また雨が降ってきました。粒が細かい霧状の雨です。はい、車の周辺戻ってきたら、もう前トラックずらーっとエンジンかけて休まれてます。で1個隣こちらにもエンジンつけて休まれてます。でこの状態で中入ってどのぐらい聞こえるか体感してみます。やっぱり中入ってドア閉めるとだいぶ音が小さくなります。それでもやっぱり聞こえるのは聞こえます。これ自分だったら眠れるかなという感じです。人によって違うかもしれません。でこのスペクトラムアナライザー、音量測れるんですけど、こちらで一回騒音を測っておきます。このキャンピングカーの中央テーブルのところで測ってみます。キャンピングカーの中央で64デシベルでした。結構高音の方が入ってましたね。眠れるかどうかちょうど人による分かれ目ぐらいだと思います。今日寝る予定のバンクベッドも測っておきます。なんと74デシベル、超高音が響いているようです。こっち側はトラックなんで近づいたからかもしれません。この中に音が溜まるんですかね。反響しているのかもしれません。大体の騒音のレベルや数値も取れたんで、こっち側に移動しようかなと思います。というのも大型車の方がもういっぱいで、小型車の方にトラックの運転手さんが止められてます。休憩スペースをできるだけ作った方がいいかなと思いますんで、向こう側に行ってスペースを空けたいと思います。はい、じゃあ今日もこの入り口ちょっと丸見えなんで隠すもんないんで、このお風呂で使ったタオルを干しときます。とりあえず風呂上がりのノンアルコールビールいただきます。自分家ではテレビ見ない派なんですけど、こういうところに来るとテレビ見たくなります。モニターの電源はここにあります。はい、これでつきました。今信号なしになっています。ここのテレビシステムなんですけど、ナビのテレビをこっちに移すことができます。でナビの電源は今エンジンつけてないんでつかないんですけど、ちょっと見にくいんですけど、運転席の右側ここにメインバッテリーからサブバッテリーの切り替えます。これをサブバッテリー切り替えると、このナビの電源が後ろのサブバッテリーの電源を取って起動します。なのでずっとつけっぱなしでもこのエンジンのメインバッテリーは上がりません。はい、つきました。じゃあこれでしばらくくつろぎます。お腹空いたんで車中飯をいただきます。今日は野菜をたくさん買ってきました。手軽に美味しく野菜をいただける焼きビーフにします。この IH 調理器とフライパンで調理していくんですけど、ポータブルバッテリーで電源取るんじゃなくて、今回はこのキャンピングカーのサブバッテリーのインバーター AC 電源から電気を使用します。今日はこのクーラー涼しいんで使わないんで、また明日使います。サブバッテリーが減っても明日も結構走行しますんで、また回復すると思います。現在のサブバッテリーの残量は 85% です。調理し終わった時に何%まで減っているか確かめてみます。インバーターのスイッチは入り口にあります。電源入りましたね。使えます。これ焼きビーフンすごい簡単で、フライパンに油を入れて豚肉を敷いて、その上に麺ビーフンを乗せます。でその上に好きな野菜を入れて水 190cc を注いで蓋して中火で3分で出来上がります。油跳ねもないんで刺し飯にはぴったりですね。
美味しそうです。それではいただきます。あれ、換気扇吸菌してるんですけど、ちょっと雨が入ってきてますね。横殴りの雨なんで中に入ってきてるようです。ちょっと止めます。このぐらいの雨だったら入ってこないと思ったんですけど、やっぱり風が吹いていて横から入ってくるんですね。ちょっとだけテーブル濡れちゃいました。それではいただきます。ごちそうさまでした。美味しいもの食べて、窓から諏訪湖の花火も見れて、すごい満足の晩ご飯になりました。はい、調理を終えてサブバッテリーの残量は 68% に減りました。大量に電気を消費するクーラー使わないんであれば余裕ですね。今回洗い物はフライパンとお皿の2つだけです。でまずは簡単にウエットティッシュで汚れ取ってからシンクで洗っていきます。やっぱりシンクそんなに大きくないんで、このお皿2つ分ぐらい同時洗いが限界ですね。あと小物なら全然なんぼでもいけると思います。さあ、それでは先にベッド展開しておきます。今日は初めてこのバンクベッドで寝ます。かなり広いんで楽しみです。まずはこのバンクベッドを少し上に上げてで手前に引きます。そして真ん中ら辺を持って力強く引きます。ちょうどここにはまります。これであとは奥にあるマットをこっちに敷くだけです。一瞬でできます。はい、これで完成です。横幅180センチ、奥行き190センチの大人3人が眠れるベッドが完成しました。今日はここを一人で眠ります。で敷布団とこのタオルケット、こちらで眠ります。めっちゃ広いですね。両サイドにこれ窓あるんですけど、ここに知りませんでした間接照明みたいなあります。反対側もあります。で頭を落ちない程度にこの辺にしといて、足を伸ばすとちょうどつま先が当たらないぐらいですね。自分は170センチです。180センチぐらいの方だったらちょっと当たってしまうんで、この枕をギリギリまでこのぐらいまでしたら大丈夫だと思います。ただちょっと落ちそうで怖いですよね。まあ最悪頭がここ落ちても体は落ちることはないと思うんで大丈夫かなと思います。このバンクベッドの間接照明はこのメインの照明と別でした。一番右のところですね、ここで消せます。もしくは直接消すことができます。昨日リアベッドで寝た時に寝ながら手元でオンオフできる照明のスイッチがなかったんで、このバンクベッドにある照明、手元で消せる照明がリアのベッドにもあったらいいなと思いました。あ、照明の下はこれコンセントになってますね。じゃあ歯磨きや着替えしますんで一旦降ります。降りるときはこのテーブルの真ん中に足をつきます。端に足を置くとグラグラになっちゃうんで真ん中に足を置きます。でその後にソファーに足を置きます。ちょっと怖いんですけどそこまで高さあるわけじゃないんで慣れたら大丈夫かなと思います。はい、今日は上下パジャマを持ってきてますんでこれに着替えて寝ます。窓は換気でずっと開けていたんですけどもう閉めます。現在の車内の温度は 18.8 度です。ちょっと寒いぐらいですね。やっぱり標高 1000m 近くなってくるとこんなにも寒いんですね。ちなみにこのバンクベッドを展開したままこの下のソファーに座ると170センチの自分は頭つきます。キャンピングカーのバンクベッドって意外と天井がなかったり長さが足りなかったりして大人が寝るのは窮屈なんで収納にする場合も多いんですけど、このバンクベッドは本当に広くて豪華ホテルのベッドのようです。快適に眠ることができればこのキャンピングカーの大きな売りになると思います。今日はそれを確かめます。いやーしかしすごいキャンピングカーが出てきましたね。
新車で500万円でこの快適性、まさに価格破壊です。確かにデメリットなどは少々ありますが、このキャンピングカーを製造しているステージ21さんはデメリットをすぐ改善する会社なんで、これからどんどん良くなってくると思います。このバンクベッドもかなり売りになると思うんですけど、やっぱりこのキャンピングカーの要はDC12V クーラーです。このクーラーがこのキャブコン全体を冷やしてくれたらもう完璧だと思います。明日のお昼暑くなりますので、その時に全てが分かります。楽しみです。それではおやすみなさい。おはようございます。ぐっすり眠りました。寝返りも十分持てて、家と変わらない寝心地でした。クッションがやっぱ柔らかいんで、これ何も敷かなくてもそのままでも眠れます。このバンクベッドの小窓を開けるとキャンピングカーだったらと気づきます。ちょっと重さがありますんで、朝一でこれするのは辛いところありますが、一瞬でベッド展開が終わります。この諏訪湖サービスエリア寄ったら必ず買いたいものがありました。今日はようやく念願の目標が叶います。それでは散歩がてらに行ってきます。もう雨は完全に上がってます。路面はまだ少し濡れてるんですけど、この後どんどん晴れていくようです。うわ、最高の景色ですね。朝起きてすぐこの景色見るのは本当に車中泊の醍醐味ですね。目が覚めました。今日はもうちょっと先に進もうかと思ったんですけど、やっぱりこの神秘的な諏訪湖見たら近くで朝ごはんを食べたくなりました。見えてるものを変えたら後で諏訪湖でいただきたいと思います。ありました、これです。峠の釜飯です。これが食べたかったんです。やりました。名物峠の釜飯、これいつも売り切れるんです。朝一だったんで買えました。賞味期限が今日までだったんで家族では買えませんでした。別のものをお土産に買っていきます。これですよ、峠の釜飯。日本最古の駅弁屋峠の釜飯本舗荻野屋。これ横川サービスエリアだけ売ってたんですけど、ここの諏訪湖サービスエリアでも買えるようになりました。こんなしっかりとした陶器に入ってます。食べ終わった後も家で使えそうですね。高速降りてすぐに諏訪湖の眺めのいい駐車場ありますんで、そこでこの朝食をいただきます。はい、それでは安全運転で再出発します。もうすぐですね、高速道路を降りるんですけど、その時に出口がかなりコーナーの R がきついんですね。なのでそこでコーナリングを体験します。はい、急カーブに入ってきました。はい、現在40キロでこのジャンクションのきついコーナリングを体感しています。そうですね、多少はロールするんですけど、左右に傾く感じですねはあるんですけど、そこまできついロールは感じません。このぐらいの傾きであれば合格じゃないでしょうか。やっぱりキャンピングカーキャブコンはゼロにするのは難しいかなと思いました。はい、到着しました。もう真後ろには諏訪湖が見えるロケーション抜群の駐車場です。去年の冬ぶりに諏訪湖に来ました。すごい綺麗ですね。やっぱり山の向こうには八ヶ岳が見えるんですけど、今日は曇っていて見えません。ここの駐車場は線が一本とこなんでちょっと緊張しました。なので横誰もいないところに止めました。後ろは縁石があって歩道がありますんで、この輪止めまではバックしませんでした。
それでもほんの少しだけ縁石の上に乗り上げている状態です。前のラインはここなんで結構余裕ありますね。もうちょっと前にしたら縁石に乗り上げなくて済んだかもしれません。横幅は線の内側に全然収まってるんですけど、やっぱり隣に車あるとドアが開きにくくなるので、両サイド誰もいないところに止めました。ここの駐車場、実はですね、去年冬来た時に同じタウンエースベースキャンピングカーレジスター R で来ました。ちょうどここに止めました。ちょっと懐かしい場所ですね。その時のレジスター R 車中泊旅は概要欄にリンク貼っておきますんで、もし興味ある方はぜひチェックしてみてください。さあ、それでは朝ごはんにします。このテーブルなんですけど、ここのレバー入ってますんで、ここをはめて、これで高さ変えれます。ちょっと上げときます。このせっかくの釜飯なんで、これそんなに量がない気もしますんで、これと一緒に味噌汁とだし巻き卵を作っていただきます。IH 対応のフライパン持ってきました。でこの IH はまたキャンピングカーのサブバッテリーから電源を使用します。最近この白だしとみりんのだし巻き卵にめちゃくちゃハマってます。これ美味しいんですよね。卵3つ使ってお水も入れたんで、ふっくらしただし巻き卵が完成しました。じゃあいよいよ峠の釜飯揚げてみます。美味しそう。よく煮込まれた鶏肉にしいたけ、うずら卵、これはたまりません。こういったちっちゃいパッケージに入ったお漬物も入ってます。これは嬉しいですね。昔はスポーツカーを見てテンションが上がっていたんですけど、今は釜飯を見てテンションが上がるようになってしまいました。人生何があるかわからないもんですね。それではいただきます。ごちそうさまでした。お漬物まで全部食べちゃいました。この釜飯の釜結構しっかりしてますんで、家でも釜飯作ってみたいですね。これでまた雨が降ってきましたね。晴れると思ったんですが、神奈川県の方はどうでしょうか。帰ったら晴れているかもしれません。それでは片付けて出発の準備します。はい、このリアベッドの下にあるタンクなんですけど、右の方がきれいな水、清水タンクになります。まだそうですね、4分の1ぐらい残ってます。このタンクの位置なんですけど、この車両はプロトタイプなので、製品版は外から取れるようになるみたいです。そうなるとかなり便利ですね。さあ、それではまた今から長時間高速道路になりますんで、サブバッテリーの残量を見ておきます。現在のサブバッテリー残量は 54% です。また走行して走行充電で何%回復するか検証します。でこの車両 200W のソーラーパネルがついてますが、今はこんな感じで曇り時々雨、あいにくの天気です。それでも今現在充電中になってまして 5.2A、 だいたいですね 68W 入力されています。
帰りは永遠に続く下りの高速道路になります。結構車重ありますんで、かなりスピードが出ると思われます。この強化ブレーキパッドの威力を確かめる時が来ました。それでは安全運転で再出発します。はい、標高 1000m からずーっと下りに入りました。傾斜角は 4.5% です。やっぱりですね、このキャンピングカー重量ある程度ありますんで、結構下りは速度出ます。アクセルを軽く踏んだり離したりしている状態です。それで80キロキープしています。上りよりも下りの方がスピード出ちゃうんで、こっちの方が気を使いますね。ただ燃費はかなり伸びると思います。帰ってから今回の高速道路の燃費を計測します。はい、現在ですね、左側何もないところで結構風が当たってビュンビュンは言ってるんですけど、そうですね、強風まではいかないんですけど風速5メーターぐらいだと思います。そのぐらいではこのハンドル見ても分かるように全く修正ハンドルは必要ないですね。ずっとまっすぐ行ってくれます。もっと風が強い10メーター以上になってくるとどうなるか分かりません。ただ通常の天気で高速道路上結構風が強いと思うんですけど、そのぐらいでしたら大丈夫です。修正ハンドルなくまっすぐ走ってくれました。はい、ガソリンスタンドありましたんでセルフですね。また満タンにして燃費計測します。レギュラー満タン166円ですね。1リッター走行距離 327.1 キロですね。はい、それでは最後にですね、神奈川県のお気に入りスポットで燃費計測して今回の車種旅で感じたメリットデメリットをお伝えします。無事神奈川県まで戻ってまいりました。天気は曇りです。そんなに暑くないですね。現在の外気温が 27.4 度、車内がエアコンつけてたんで 27.6 度ですね。最後炎天下でこの DC12 ボルトクーラー冷えるのか検証したかったんですけど、もうしょうがないですね。天気は変えられません。せっかくなんで今からつけて27度から何度まで下がるかだけ検証しておきます。そして1時間使用して何パーセント下がるかも見ておきます。サブバッテリーなんですけど3時間走行し100% になってますね。出発前が 54% だったんで3時間走行して約 50% 増えました。じゃあエアコンつけておきます。設定温度一番低くして風量弱でいきます。それでは高速道路の燃費なんですけど、走行距離 327.1 キロ、このうち10キロぐらいは一般道です。で入ったガソリンが 32.89 リットル出ました。1リッターあたり 9.9 キロ走ることになります。 9.9 キロいかがでしょうか。一般道がリッター 9.4 キロだったんで昨日あんまり変わらないですね。やっぱりこのシェルの風の抵抗が強いんですかね。ちなみにエアコンは7割ぐらいつけてました。はい、今回の高速道路長距離走ってみて感想なんですけど、まとめるとかなり走りは良かったです。昨日一般道を走った時はもうバンコに勝てるんじゃないかと思いました。同じステージ21さんが出ているタウン S ベースキャンピングカールクシオプロ、この後ろのキャブコンがないタイプですね。それと比べてです。でも今日高速道路に乗ってみて差が出ました。やはりバンコンの方がロール左右の揺れですね、これが少なくて縦のショックこちらも少なかったです。でもこのお花風呂は期待させるだけの走行性能がありました。この強化された足回りなんですけど硬めといった印象でした。ショックはちょっと激しめ、ロールは少なめなので長距離の高速道路はショックを和らげる工夫が必要だと思いました。この運転席のシートに衝撃を吸収するクッションなど引けばかなり快適になると思います。はい、それでは今回高速道路で車中泊してみてまた新たに感じたメリットデメリットがあったのでお伝えします。まず走行編のデメリットからお伝えします。音疲れ結構しました。やっぱり坂になるとアクセルを強く踏まないといけないんでエンジンの回転数が上がります。それでウィーンってずっと鳴ってるんですね。で今回途半車線を分かってずっと鳴ってたんでかなり音は疲れました。昨日もお伝えさせてもらったんですけど、なんかこの辺ですね、シェルの間から騒音がよく聞こえるんで外の音がよく入ってきました。さっきもお伝えさせてもらったんですけど、やっぱり振動が強いですね。ロールを少なくして足回りを固めにしたセッティングなんで仕方ないといえば仕方ないんですが、普通に走っていっても
高速道路の凸凹道とかですね、そういう時に衝撃が強いんで、このドラレコがなんか衝撃を探知しましたみたいな、事故の時に保護する機能ですね、それがよく働いていました。このアクセルかなり踏んどかないとダメなんで、足が疲れました。これも途半車線今日多かったっていうのもあるんですけど、ちょっとでも坂になるとやっぱりアクセルを踏み出します。で、結構な上り坂になるともう全開ベタ踏みまで踏んだりします。それが結構多かったんで、アクセルを踏みすぎて右足が疲れました。ただですね、このタウンエースはマイナーチェンジされて電子スロットに変わったんで、サードパーティーのクルーズコントローラーとかも発売されてます。それをつければ80キロ設定したければもう自動で走行してくれるんで、そのデメリットは解消されると思います。はい、次高速道路のメリットなんですけど、やっぱり 1500cc のノンターボなんでパワーないかなと思ったんですけど、最低限のパワーはあったんで安心しました。80キロ途半車線も登ってくれます。そこから多少の加速もしてくれます。永遠に続く途半車線も問題なく80キロでキープしてくれたんで、キャンピングカーとしての走行能力は問題ないと思います。こちらの車両はオプションの強化ブレーキパッド装着されてるんですけど、これは絶対つけた方がいいです。かなり制動距離は短くなりました。今回帰り下り多かったんですけど、よく減速してくれました。そして一般道でも急な坂道あったんですけど、感覚的にもうちょっと制動距離かかるなと思ったんですけど、そういう場面でもしっかり止まってくれました。ただ一般の車と比べると制動距離は長くなります。帰り下りが多かったんでエンジンブレーキを対応したんですけど、かなりスムーズでした。ここのドライブからセカンドに下げるとエンジンブレーキが結構かかるんですけど、自分が乗ってるライトキャブコンボンゴベースに比べるともうすごいスムーズでした。ボンゴベースは本当にガチッガチっていう感じで、もう本当下手したらシュートレバー潰れるんじゃないかなという感じの操作性なので、この辺はまだタウンエースの方が新しいので操作性は快適でした。はい、次は内装なんですけど、今回高速道路で車尺してみて、昨日とまた別に新たに感じたメリットデメリットをお伝えします。まず1つ目なんですけど、このボディの遮音性に関してなんですけど、外の音はある程度聞こえました。バンコンに比べると全然遮音性は高いんですが、昨日高速道路でトラックのエンジンの騒音は結構聞こえました。この後ろのシェルというよりかは、この走行時でも聞こえるこの間の騒音ですね、そこから結構聞こえていたのかもしれません。次からなんですけど、そんなにデメリット大きいのはなくて細かいのになります。このシェードがね結構硬くて、これなんですけど、ここにマグネットついてます。この上下にで、これつくとこんな感じでいけるんですけど、この外す時はね結構硬くて片手では全然無理でした。多分子供の力でも無理かなと思います。こんな感じですね。ただこういうのは何かテープなど要所要所貼っていけば、この磁石の強さは弱まると思います。昨日テレビすごい快適で良かったんですけど、このテレビを作るのにナビですね、前のナビの電源をつけてここに移します。その時のナビの電源前にあるんですね。なので毎回外に出てオンオフしないといけません。車中泊されてる方なら分かると思うんですけど、一回中に入ってくつろいでから出るの結構めんどくさいですよね。もしかしてリモコンとかあってなんか操作できる方法があるかもしれません。また聞いておきます。このルーフベント換気扇なんですけど、今回ちょっと横の雨が入ってきたんで中に入ってしまいました。風が吹いてない日は問題なく使えます。なので雨の日料理などで換気するときはできない可能性があります。そこだけ注意した方がいいと思いました。この売りの 12V クーラー標準装備なんですけど、これにあまり期待しすぎない方がいいと思います。現在の外気温が 26.2 度で約1時間最低温度でつけていて、車内が21度です。はい、12V クーラー約1時間使用してバッテリー残量が 57% になりました。現在の消費電力は 590W です。そのうち 80W ぐらいが照明になります。結構冷えてるんですけど、キンキンに寒いまでは感じません。家庭用のクーラーならこういった気温ならキンキンに寒いぐらい冷えるんですけど、この状態なら炎天下30度ぐらいだったらあまり冷えないかもしれません。炎天下の検証は今日はできなかったんですけど、やっぱりこれぐらいのキャブコン広くなってくると 12V クーラーより家庭用クーラーの方がよく冷えると思います。しかも家庭用クーラーはこの DC12V クーラーで省エネなんですね。で、騒音も静かです。スペースがあるなら家庭用クーラーの方がおすすめです。この 12V クーラーあるとないとではもう運転の差なんで、標準装備は大変ありがたいんですが、キャブコンのクーラーということで家庭用クーラーと比較してお伝えさせてもらいました。次はメリットなんですけど、この高速道路編で初めてバンクベッドを使ってみたんですけど、本当にこれ良かったです。このキャンピングカーの売りになると思います。クッションも分厚くて寝返りも余裕で打てます。前の動画内外装編の時にデメリットでこのテーブルがグラグラという問題を言ったんですけど、今回自分
バンクベッドから実際に降りてみて全然問題なかったです。この真ん中降りるのも苦じゃなかったんで、そのデメリットは大したことじゃないかなと思いました。2泊3日の車中旅もこの動線ですかね、すごいストレスなく過ごせました。ここでご飯食べてくつろいで、こっち側でキッチンでマルチルームもあります。これも2人旅なら最高だと思います。3人以上だとこの後部座席の揺れが気になりますね。これは体感してみないと分かりません。ステージ21、3でこのお花プロ置いてますんで、試乗もできるので体験するのがおすすめです。いやー、久々にワクワクするキャンピングカーですね。今回炎天下の 12V クーラーの検証や高速道路強風時の検証ができませんでした。これはもう天気なんでどうしようもないですね。またいつかステージ21、3が検証してくれるでしょう。デメリットも多少ありましたが、ステージ21、3は改良がすごい早いのでどんどん完成度が上がってくると思います。またこれからもいろんなキャンピングカーレビューしてみます。興味ある車、キャンピングカーがあればぜひコメント欄の方に記入お願いします。それではご視聴ありがとうございました。